はい、こんにちは。本日もこちらのタダモラ白のワゴン R MH21S なんですけども、前回のね、こちらの動画で ATF のストレーナー洗浄を行ったんですけれども、その時に発見されました原因不明のエンジンオイル漏れ。こちらがですね、確証はないんですけれども、おそらくここじゃないかというのがありましたので、そちらをですね、修理していきたいと思います。なんとかこれで油物関係の作業が完了すればいいんですけども、果たして終わるのかどうなのか、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。ということで参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。さあ、それでは作業に入っていくんですけども、まずはですね、おなじみのジャッキアップから入りたいと思います。これでジャッキアップが終わりました。そうしましたら、こちらの下にですね、ついてるアンダーカバーみたいなのがあるんですけども、そちらを取りたいと思います。あとは、本来だったらタイヤの脱着は必要ないんですけれども、撮影用のためにホイールを外したいと思います。さあ、今外したんですけれども、すごいですね。見事にオイルが状態です。そしてですね、私が今回怪しいと思ったのが、こちらのクランクプーリーの先にある、この中にあるクランクベアリングのシールじゃないかと思いまして、今回はですね、こちらのクランクベアリングシールの交換を行いたいと思います。全体的にも飛び散ってるので、ちょっとね、ここが確実とは言えないんですけれども、バラすと同時にその他もろもろもね、点検してみて、部品はもうないんですけれども、全体的に確認してみて、果たしてどこが漏れてるのかというのを特定したいと思います。それではこのプリーを外すためにですね、まずはこっちのエアコンのベルトやオルタネーターのベルトを外したいと思います。まずこのエアコンのベルトから外すんですけれども、下のね、この先にある1箇所と2箇所、ボルトを 12mm で緩めます。下側2本とここの1本緩めて、さらに土台を押さえてる1本を緩めて、エアコンプレッサーがこうやってグラグラの状態になります。これでベルトがたわむので、ベルトを外したいと思います。エアコンのベルトが外れました。次はオルタネーターのベルトを緩めたいと思います。オルタネーターのベルトを外すのに、ここの 14mm を緩めます。今度はここの 12mm を緩めます。今このボルトを緩めたんですけども、普通ここにテンションの調整するボルトありますよね。これがね、ないんですよ。どういうこと？ちょうど今 M さんのワゴン R がないので見比べられないんですけども、ここ調整できるよね。今、頓挫しちゃいます。ちょっとね、もがいてみたいと思います。はい、今ですね、なんとかもがいてたら、ベルト取れました、2本ね。どうやら、この方はですね、テンショナーがないタイプのものみたいで、なんかごちょごちょやって取れました。つけるときがね、ちょっと心配なんですが、そのようなものもあるようです。これからこちらのクランクプーリーのボルトをですね、17mm で抜いて、それでこのプーリーを外せて、そしていよいよクランクベアリングシールのお出ましです。こいつを外しちゃいましょう。そうしましたら、下回り潜ってもらって、この ATF のオイルパンのここの穴の部分に、よく中を見るとですね、リングギアが出てますんで、その中にこのマイナスドライバーを突っ込んで、クランクプーリーを動かないように固定します。相当硬いです。はい、緩みました。はい、取れました。これを引き抜きます。引き抜けるはず。はい、ずれました。やはりここじゃないでしょうか。だいぶデロデロです。ここでやってもらいたい。これ以外は漏れてないでもらいたいです。そしてこれでね、マイナスドライバーで
ちょっとほじれば取れるはずです。取れました。はい、これで取れました。こんな感じとなっております。ここのね、シールを新品と交換したいと思います。その前にここら辺きれいにしよっかね。パーツクリーナーでね、ちょっと洗浄したいと思います。今ですね、クランクベアリングシールを抜きました。見事にオイルまみれなのと、どうなんでしょうね。まあ汚れてはいるけども、劣化具合はちょっと私には分かりません。新品と比較するとこんな感じになりました。裏側もこんな感じです。これをですね、今から逆の手順でつけていくんですけども、これをつけるのはそんなに大変ではないと思うんですけども、問題はね、ベルトの張りだと思いますので、そこね、頑張っていきたいと思います。あとは同様にですね、この周りがだいぶ汚かったんですけども、パーツクリーナーとワイヤーブラシと毛のね、ブラシのタイプのやつで洗ってみました。だいぶね、すっきりとしたかなと思います。これで今回ね、ここからのオイル漏れだというのを信じてここを交換するんですけども、この周辺が一番汚れてたので、ここだとは思うんですけども、他がないことを願いたいです。とりあえず今回こんだけ綺麗にして、ここも新品にして組み付けますんで、またこれでね、漏れてたら前向きに考えてオイル漏れをね、対策していこうと思います。今回はブランクシールを入れて組み上げたいと思います。はい、新品入れます。新品だとこんなにガチガチなんだね。古いシールを使ってね、軽くコンコンと叩きましょう。さあ、これでクランクプーリーを入れます。クランクプーリーはここに切り欠きがありますので、この切り欠きを合わせて入れたいと思います。はい、入りました。この 17mm のボルトをまた刺します。トルクは980ニュートンということなので、私がホイールナットで使っているトルクレンチが1000ニュートンなので、それでね、代用して使いたいと思います。今ですね、トルクレンチで締めていたんですけれども、残念なことにバッテリー切れでカメラが止まっておりました。そしてここをトルクレンチで締めるにあたり、スペースがね、トルクレンチ入る余地がないので、こちらの上のエンジンマウントのボルトを抜きました。それで下にね、ジャッキを挟んでゆっくり下ろしてきます。そうするとここの部分が下がってきて、この真ん前からですね、ボルトが見えるようになります。そこでトルクレンチをかけるんですけれども、また締める時もここが動いちゃうので、この穴のところにマイナスドライバーを刺して、それで動きを固定します。そこでここでトルクレンチでガッチンとやりまして、事なき得たと。それの後にジャッキでエンジンをまた上げて、そしてここのエンジンマウントをまたボルトを刺して固定したという次第でございます。それでその間にカメラを充電する間にですね、こちらの内側が油まみれでギタギタだったので、これも中性洗剤で洗ってだいぶ汚れを落としました。表側もね、たわしで洗うのがやはりだいぶ綺麗になります。さあ、それでは今度ベルトを通すんですけれども、問題はね、ここのオルタネーターのテンションがね、かけられないので、どういう風にやるのかというのをですね、やりたいと思います。まずはベルトを引っ掛けます。オルタネーター側にね、引っ掛けます。そしたら今度はウォーターポンプの方に引っ掛けます。そうすると今たるんだ状態なので、ここのクランクプーリーのところにもすんなりとはまりました。そうしましたら、このタルタルな状態で固定するわけにはもちろんいきませんので、どうするかと言いますと、メガネレンチ、メガネを入れて、これをオルタネーター側に押します。そうするとベルトがピンピンに張ってます。この状態でまずはオルタネーターを固定します。下は 14mm です。そして上を固定します。上は 12mm です。今度はこちらのエアコンのコンプレッサーのベルトをつけます。これもまずはエアコン側を引っ掛けます。それからプーリー側にも引っ掛けます。はい、入りました。これでエアコンのコンプレッサーの方のテンションボルトを貼りたいと思います。まずはね、これである程度手締めで締めちゃいました。手で締まらなくなってきたら、またラチェットの 12mm で締めていきます。
ある程度回したらベルトの張り具合をチェックしましょう。押しても引いても大丈夫なようなので、これで固定したいと思います。またもしねこの後にベルトの泣きとかが出ちゃうようであるならば、また再度調整すればいい話なんでね、だいたいこんな感じで調整します。そしたらですね、またラチェットを入れて、今度はディープソケットの方がいいと思います。ここの 12mm を締めます。締めました。動きません。ではこれで一度エンジンをかけてベルト泣きとかそこら辺を確認してみましょう。ダメでした。まだコンプレッサーのね下側のボルトを締めてませんので、そちらを締めましょう。はい、ここですね。この1本とここの1本を締めます。 12mm です。これで今エンジンをかけました。ベルトの音とかは特にないので、ベルトの張り具合は問題ないかと思います。あとはですね、肝心要のシールを変えた部分、こちらがですね、しばらくエンジンをかけておいて 2,30 分した時にオイルが漏れてないかどうか、それをねチェックしたいと思います。何もないことを願いたいです。おそらくね大丈夫だと思います。それではその間にねバンパーとかそこら辺を外してしまったので、バンパーをつけてホイールもつけて元に戻せるところは戻していきたいと思います。さあ、あれから30分ほど経過しました。いかがでしょうか。まずですね、エンジンの上部は問題ないと思います。この間ね、カペットカバーのガスケットも交換したので問題ありません。湯回りは大丈夫かなと思います。かなり綺麗になりました。そして肝心要の下回りです。エンジンかけて30分ほど経ってますが、今のところ特に折れなども見てられません。きっと直ってくれたことでしょう。これでまたね、オイルが漏れているようであれば、また動画で配信したいと思います。今回は何よりこのクランクベアリングのシールを交換するという作業に集中しました。それではアンダーカバーをつけたいと思います。本日もなんとか無事に作業の方完了しました。一応ですね、本日やったので感じたのはオルタネーター、ターボ車だけなのかもしれないんですけれども、 NA のなんか見るとちゃんとテンショナーのボルトがあるんですけれども、ターボに関してはどうやらテンショナーのボルトはないようです。なのでこちらのはテンショナーのボルトはついておりませんでした。まさかね、以前交換した経緯があったとしても、あのボルトを外してしまうということはまずありえないと思いますので、おそらくついてない車両なんだと思います。同様にね、調べたところ、ついてない車両なんかもあるそうなので、それに該当するかなと思います。本体的な作業からしてみると、そんなに難しくはありません。初めてってなると、なかなか勇気がいるとか、なかなかあっちゃこっちゃなっちゃって、うまく作業が進まないとか、そういうのが出てくる可能性はあります。もしね、DIY でやるという方は、この動画をね、参考にしていただいて、全てが正しいわけではございません。もちろんこれを見て、ここは良くないなとかっていうふうに思うんだったら、自分はそうじゃないやり方でやっていただいて結構なので、それでいいと思います。それと今回はエンジンオイルの飛び跳ねがすごかったので、ものすごくパックリーな使いました。4本パックリーな使いました。かなりね、油汚れ、感じないことがありますので、もしこのようなね、オイル漏れっていうのを発見したら早期に交換するっていうことが大事ですので、できるだけ早めに交換してください。ということで、なんだかんだ大変でしたが、無事作業の方を終えました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が良かったらね、高評価やただもら白のワゴン R シリーズをご覧になりたい方は、チャンネル登録をしていただいて、再生リストの方からご覧いただければと思います。
ということでまたお会いしましょう。さよなら。